中学校の主要教科書についての質問をさせていただきたいと思います。現在港区で使用されている中学校の歴史教科書を確認したところ、特に近代史を子どもたちに教える上で、記述が適切ではないと思われる部分が散見されました。一部の例として、例えば234ページにございます、太平洋戦争はどのようにして起こったのでしょうかという項目を見てみるとですね、例えば日本は大東亜共栄圏の建設を唱えましたと。それは日本の指導のもと欧米の植民地支配を打破し、アジアの民族だけで繁栄しようという主張でしたと。だけでというところにもちょっと、これはアジアの民族と共に繁栄しようという、こういう意図があったと思いますが、このだけでとかを見るとですね、少し、悪意を感じるところでございます。また、日米交渉の決裂という項目を見るとですね、近衛内閣はアメリカとの戦争を避けるために日米交渉を行いましたが、侵略的な行動を日本はやめませんでした。このように書かれております。この侵略的な行動かどうかというのはですね、日本の立場で考えているかというと少し疑問であります。これではですね、日本が強引に侵略を繰り返しているように捉えられかねません。しかし歴史の実態はそうではなくて、そうならざるを得なかった日本を取り巻く世界の事情という背景もあります。また日本を戦争へ追い詰めたハルノートの存在も教えていません。その記述がなければ、ただただ日本はかつて周辺国に迷惑をかけていたという印象だけが子どもたちに残ってしまいます。戦後半世紀が経ち、かつて秘密にされていたソ連やアメリカの外交文書が公開され、それらを無視して日本があたかも一方的に悪いことをしたという論調で子どもたちに歴史を今教えている。この教科書に書かれている近代の歴史観は終始そういった調子で書かれております。これこそが自虐史観というものだと思います。このような歴史を学んだ子どもたちは自国に誇りを持つことができず、結果自分の先人たちにも敬意を払えず、自己肯定感の低い人間に育っていきます。世界で最も自殺率が高いのは日本の若者というのも、これを考えると納得がいくことでしょう。このことを踏まえ、どのように教科書が採択されたのか、議事録を確認したんですが、けんけんがくがくと教科書を選んでいるという形跡は見られませんでした。また教えている中身ではなくて QR コードがあるかないかという伏線の部分で決定打となりまして、最終的に東京書籍に決まると、こういった内容でございました。自分もかつて自虐史観を散りばめられた教科書で学んできました。今思えばもっと違う教科書で学びたかったと思います。子どもたちには選択肢がありません。今一度子どもや孫の一生を左右する重大な責務を負っている教育委員の皆様方は、本当に今のままで良いのか問い直していただきたいと思います。そこで質問です。港区で現在使用されている中学校の歴史的分野の教科書は、中学学習指導要領に書かれている我が国の歴史に対する愛情、国民としての自覚を育てるという観点で採択しているのでしょうか。そして要望といたしまして、教育委員長また教育委員の任命などは議会の同意を得て任命されていますが、教育委員等の任命候補者の議会への提示から同意に至るまでの期間を十分に確保し、我々議員も本当にその方で良いのか熟考し判断する時間が必要だと考えています。過去の前例を知る議員から聞いたところ、その期間は1日しかなかったという話も聞きました。このように教育委員の任命をされる際は、議会へ候補者の提示を早めに行い、各議員が判断する時間を十分に確保していただくことを区長に要望して質問を終わります。ただいまの参政党の会の豊島邦弘議員のご質問にお答えをいたします。中学校の主要教科書についてのお尋ねです。教育委員会は現在中学校で使用している教科書について、教科書選定研究委員会から報告された教科書選定資料などをもとに公平かつ慎重に審議し、
国が実施をしている教科書検定を経た教科書を令和2年度に採択しております。歴史教科書も各時代の特色を表す歴史的事象や文化などの観点から各教科書会社の内容を比較し、国の教科書検定を経た教科書を採択し、各学校では学習指導要領に沿って授業を行っております。引き続き教育委員会は各学校に対し、生徒が我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を持てるよう指導してまいります。よろしくご理解のほどお願いをいたします。